ねえメカ、聞いて。メタがチャット GPT のオープン AI とクロードのアンスロピックが独走してたコードを書く AI の勝負にいきなり参戦したんだって。本当だ。昨日8月5日、メタがミューズコードという新しい AI を発表した。海外のニュースは一斉にオープン AI とアンスロピックへの宣戦布告だと報じているんだ。でもコードを書く AI ってプログラマーさんの話でしょ？私たちに関係あるのかな？大ありだ。今は文章で頼むだけでアプリやゲームが作れる時代で、その主導権争いに3人目の巨人が来た話だからね。最後まで見れば何が出たのか、実力は本物か、そして20分の1の激安価格に隠された条件まで全部持って帰れるよ。まず何が出たの？ミューズコードを一言で言うと、お任せプログラマー AI だ。作りたいものを文章で伝えると、段取りを考えてコードを書いてちゃんと動くかの確認まで一人で通しでやってくれる。頭脳には同時発表の新モデルミューズスパーク 1.2 が入っている。お任せってチャット GPT に聞きながら作るのとは違うの？聞かれたら答えるじゃなくて、任せたら進めてくれるのが違いだ。大きな作業は自分の分身を出して手分けまでする。そしてこのジャンルには先輩が2人いる。アンスロピックのクロードコードとオープン AI のコーデックス。今のコードを書く AI の通強だ。その2強のところに後から入っていくんだ。メタでも勝ち目あるのかな？実はメタはこの分野でずっと出遅れていたんだ。今までのラマという AI は無料で配る路線だったけど、コードの実力では先頭に届かなかった。だから今年の春に方針を大転換して中身を公開しない本気モデルの路線に切り替えていた。今回はその勝負の一手なんだ。無料で配る会社のイメージだったのに路線変更してまで来たんだ。それで肝心の実力はどうなの？対決の結果を見せて。メタが自分で出した成績表がこれだ。 AI に実際の開発作業をさせる腕試しテストでミューズコードは 82.9%、 クロードコードの 86.7% には届かず、コーデックスの 81.8% はわずかに上回った。つまり自己申告でも2位なんだ。自分の発表会なのに1位じゃない数字をそのまま出したの？そこは正直だった。ただし注意もいる。メタ自身が他社の AI はうちのテスト環境に合わせた調整をしていないかもと正し書きをつけている。それに海外の開発者からは実際に触ったら歌い文句ほどじゃなかったという辛口の声も出ているんだ。性能でトップじゃないならメタはなんで勝負するつもりなんだろう？値段だ。そしてここからが今日一番知ってほしい話になる。どれくらい安いの？ここからは1ドル150円で換算するね。料金プランは2段階ある。まず普通のプラン、 AI が書いてくれる文章の量あたりでおよそ640円。これはライバルと同じくらいのごく普通の水準だ。ところがもう一つのプランを選ぶと同じ量がおよそ30円、普通のプランの実に20分の1ほどになる。20分の 1？ 何それ？さすがに裏があるでしょう。その条件があなたの書いたコードをメタの次の AI の教材として使わせてもらうなんだ。つまり安いプランはお金の代わりにデータで支払う仕組みになっている。うわー、交換条件がはっきりしてる。海外の人たちはどう受け止めてるの？反応は割れている。値段の仕組みをここまで正直に見せたのは評価できるという声がある一方で、一番目立つのは仕事で書いたコードをメタに渡すのは怖いという声だ。安さと引き換えに何を差し出すのか、世界中の開発者が今天秤にかけている。私たちにはどう聞いてくるの？自分では触らない人にも効き目は3つある。1つ、3社の競争になったからコードを書く AI の値段は下がりやすくなる。2つ、文章で頼むだけでアプリを作る選択肢がまた1つ増えた。そして3つ目が注意点だ。データと引き換えの激安という売り方はこれから他の AI サービスにも広がるかもしれない。ちなみに
ミューズコード自体は今 Windows では動かないし、画面のあるアプリ版もない試作段階、初心者が今日すぐ触るものではないよ。なるほどね。じゃあ今日の私たちの持ち帰りは何だろう。これだけ覚えて帰ってほしい AI サービスで激安や無料を見かけたら、契約する前に自分のデータが学習に使われる条件かを確認する。見る場所は設定や規約のデータの利用という項目だ。今日のメタの発表はその交換条件を世界一わかりやすく値札にした例なんだよ。まとめよう。メタがミューズコードでコードを書く AI の戦争に参戦した。実力は自己申告でも2？でもデータと引き換えの20分の1価格という新しい武器を持ち込んだ。安さには必ず理由がある。値札の裏の交換条件を確かめてから使う。それが今日の持ち帰りだ。安いには理由があるって。 AI もお買い物も同じなんだね。今度から値札の裏を見る癖つけるよ。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録でまた一緒に賢くなろうね。メリノちゃんでした。